エジプト文明と古代ギリシャ神話は世界史において特異な位置を占める2つの文化的異業であり、それぞれが豊かな遺産を残してきました。この総集編ではこれらの文明がどのように形成され互いに響き合うかを探ります。エジプト文明はナイル川の恵みによる農耕社会を基盤としてピラミッドやスフィンクスなどの壮大な建築物を生み出しました。その宗教観は太陽神ラーや冥界の神オシリスを中心とした多神教であり、死後の世界に対する強い信念を持っていました。一方、古代ギリシャ神話は人間味あふれるオリンポスの神々や英雄の冒険譚を通じて倫理観や運命への理解を深めました。この2つの文化は異なる地理的、社会的背景を持ちながらも驚くほど多くの共通点を有しています。例えばエジプト文明の神々が自然の力を象徴しているように、ギリシャ神話の神々も人間の感情や運命に影響を与えました。また両者は後の文明に大きな影響を与え、それぞれの建築や芸術は今日でも評価されています。さらにこれらの神話と歴史がどのように現代文化に影響を与えているかも興味深いポイントです。エジプトの象徴は映画や文学に、ギリシャの神話は哲学や歴に浸透し続けています。この融合された遺産は人類の知識と創造性の宝庫と言えるでしょう。砂漠に沈む太陽が静かに歴史を映し出す。
古代エジプト文明の象徴として世界中で知られるギザのピラミッド。その中で最大かつ最古のものが、クフ王のピラミッドです。クフ王は古王国時代第4王朝の2代目の王で、紀元前2589年から2566年頃まで統治したとされています。彼の治世は古代エジプトの黄金期とされ、ピラミッド建設の最盛期でもありました。クフ王の本名はフーフーで、ギリシャ語でクエオプスとも呼ばれます。彼の父はスネフェル王、母はヘテクヘレス一世です。クフ王は即位後、自身の巨大なピラミッドの建設を開始しました。このピラミッドは当時の世界最大の建造物であり、現在でも世界七不思議の一つに数えられています。ピラミッドの建設には約20年を要したとされ、230万個以上の石くれが使用されました。その総重量は約650万トンにも及びます。ピラミッドの高さはもともと 146.5 メートルでしたが、現在は風化により138メートルになっています。底辺の一点は230メートルで、驚くべきことに各辺の長さの誤差はわずか58ミリメートルしかありません。建設に携わった労働者の数は推定で10万人以上とされています。彼らは奴隷ではなく、農民や職人たちでした。ナイル川の氾濫で農作業ができない時期に、国家プロジェクトとしてピラミッド建設に従事していたのです。労働者たちには食事や住居が提供され、国家に貢献する名誉ある仕事として認識されていました。ピラミッドの内部構造は非常に複雑で、複数の通路や部屋が存在します。中でも大沼と呼ばれる部屋には、クフ王のミイラを収めた石棺が置かれていたと考えられています。しかし、古代の盗掘者によってほとんどの副葬品は持ち去られてしまいました。ピラミッドの外装には、もともと白い石灰岩が使用されていました。太陽の光を反射して輝く姿は、当時のエジプト人にとって神々しい存在だったことでしょう。しかし、時代を経るにつれてこの外装は剥がされ、他の建造物の材料として再利用されていきました。クフ王のピラミッドの建設技術は、現代の科学技術をもってしても完全には解明されていません。巨大な石くれをどのように運び、積み上げたのか、精密な設計をどのように行ったのかなど、多くの謎が残されています。これらの謎を解明しようと、考古学者や建築学者たちが今も研究を続けています。ピラミッドの周辺には、クフ王の家族や高官たちの墓であるマスタバと呼ばれる建造物が配置されています。また、クフ王のピラミッドの東側には、王の遺体を永遠に保存するために使用されたとされる太陽の船が発掘されました。これらの遺構からは、当時の葬送儀礼や来世観について多くの情報が得られています。クフ王の治世は、ピラミッド建設以外にも多くの功績がありました。エジプト全土に及ぶ中央集権的な統治システムを確立し、農業や貿易の発展に尽力しました。また、芸術や文化の面でも大きな進展があり、多くの優れた彫刻や絵画が制作されました。しかし、巨大なピラミッドの建設は国家の財政に大きな負担をかけたとも言われています。クフ王の死後、エジプトは一時的な混乱期を迎えます。その後を継いだジェデフラー王とカフラー王の時代には、ピラミッドの規模は徐々に小さくなっていきました。クフ王の人物像については、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスによって暴君として描かれたことがあります。しかし、現代の研究ではこの記述の信憑性は低いとされています。エジプトの古文書には、クフ王が公正で賢明な統治者であったという記録が残されています。クフ王のピラミッドは、古代エジプト文明の技術力と組織力を象徴する存在です。その巨大さと精密さは、現代人をも魅了し続けています。ピラミッドは単なる墓ではなく、王の神格化や来世の旅立ちの場としての意味も持っていました。エジプト人にとって、ピラミッドは永遠の生命を象徴する重要な存在だったのです。現在、クフ王のピラミッドはユネスコの世界文化遺産に登録され、毎年多くの観光客が訪れています。しかし、大気汚染や観光客の増加による影響で、ピラミッドの保存が課題となっています。エジプト政府や考古学者たちは、この貴重な遺産を後世に伝えるため、様々な保護活動を行っています。クフ王のピラミッドは、古代エジプトの歴史や文化を理解する上で欠かせない存在です。その壮大さと謎めいた魅力は、私たちに古代文明の英知と人類の可能性を示し続けています。今後も新たな発見や研究によって、クフ王とそのピラミッドの謎が少しずつ解き明かされていくことでしょう。謎めいた古代エジプトのファラオ、カフラー王は、世界で2番目に大きなギザのピラミッドを建造しました。紀元前2520年頃の古代エジプト第4王朝の王として、25年もの長きにわたり統治を行いました。カフラー王は、父クフ王の偉業を受け継ぎ、高さ136メートルの壮大なピラミッドを完成させたのです。このピラミッドの特徴は、頂上部分に当時の石灰岩の外装材が今でも残っていることで、建造当時の姿を垣間見ることができます。
さらに注目すべきは、カフラ王の名を世界に知らしめた巨大な人面ライオン像、スフィンクスです。このスフィンクスは、カフラ王の顔をかたどったとされ、砂漠を見つめる姿は古代エジプトの威厳を今に伝えています。カフラ王は芸術にも造形が深く、彼の時代に制作された彫像は古代エジプト美術の最高傑作として知られています。王の肖像は力強さと気品を兼ね備え、その表情からは強い意志と優れた統治者としての資質が伝わってきます。実は、カフラ王の治世は古代エジプトの黄金期とされ、芸術や建築、科学技術が大きく発展した時代でもありました。エジプトの少年王の墓から、呪いの言葉が刻まれた黄金のマスクが発見されました。1922年、考古学者のハワード・カーターによって発掘されたツタンカーメン王の墓は、古代エジプトの秘密を今に伝える貴重な発見でした。わずか19歳で亡くなった王の墓からは、3500点以上もの副葬品が見つかり、その豪華さは世界中を驚かせました。黄金のマスクは、若くして容去った王の威厳ある表情を完璧に捉えています。王の墓からは、当時の生活を物語る家具や装飾品、さらには食べ物まで発見されました。ツタンカーメン王は在位10年で、古代エジプトの伝統的な信仰を復活させた改革者として知られています。発掘後、関係者の不可解な死が相次いだことから、ファラオの呪いという噂が広がりましたが、これは当時のメディアが作り出した作り話とされています。実は王の死因については長年の謎でしたが、最新の研究で事故による負傷が原因だったことが判明しています。現在、ツタンカーメンの副葬品の多くはエジプト考古学博物館に展示され、毎年世界中から多くの観光客が訪れています。古代エジプト史上最高の指導者とも呼ばれるラメセス2世についてお話ししよう。在位67年という驚異的な治世期間を誇り、90歳を超えて生きたラメセス2世は、13人の人多くの側室を持ち、実に100人以上の子供を設けたんだ。このファラオは、自分の名を後世に残すため、エジプト中に巨大な建造物を建てまくった。アブシンベル神殿やラムセウム神殿など、彼が建設した多くの建造物は今でも残っているんだ。また、征服者としても優れていて、ヒッタイト帝国との激戦で知られるカデシュの戦いでは、戦況が不利な中で奇跡的な戦果を上げたとされている。エジプトの黄金時代を築いたラメセス2世だが、実は歴史上初の和平条約を結んだことでも知られている。建築、外交、軍事、どの面でも他を圧倒する実績を残し、まさに古代エジプトの最盛期を象徴する存在だったんだ。ミイラとなった彼の遺体は今もカイロ博物館に保管されていて、身長180センチを超える堂々とした体格だったことがわかっている。紀元前356年、マケドニア王国の王子として生まれたアレクサンドロス3世。後にアレクサンドロス大王として知られることとなる彼は、古代世界に類を見ない大帝国を築き上げた。父フィリッポス2世の下で育ち、幼少期から優れた教育を受けた。特に哲学者アリストテレスから個人教授を受けたことは、彼の知性と世界観の形成に大きな影響を与えた。13歳でブケファロスという名の荒馬を手なずけたエピソードは有名だ。この馬は後に彼の愛馬となり、多くの戦場を共にすることになる。アレクサンドロスが16歳の時、父が遠征に出かけている間、王国の摂政として初めて政治を経験した。彼の統治能力の片鱗がすでにこの頃から見えていたという。20歳で父の暗殺により王位を継承したアレクサンドロスは、すぐさま王国内の反乱を鎮圧し、ギリシャの諸都市国家の支配権を確立した。そして22歳で、かねてからの野望であったペルシャ帝国征服のための東方遠征を開始する。彼の軍事的才能は並外れていた。革新的な戦術と戦略、そして兵士たちの信頼を得る優れた統率力で、次々とペルシャ軍を打ち破っていった。グラニコス川の戦い、イッソスの戦い、そしてガウガメラの戦いと、アレクサンドロスは主要な戦闘で連戦連勝を重ねた。ペルシャ帝国の首都ペルセポリスを陥落させ、ダレイオス3世を追い詰めた。しかし彼の野心は止まることを知らず、さらに東へと進軍を続けた。インダス川を渡り、インドにまで到達したのである。しかし、兵士たちの疲労と故郷への思いが高まり、これ以上の闘神を断念。バビロンに戻る途中、アレクサンドロスは32歳という若さでこの世を去った。彼の死因については諸説あり、マラリアや毒殺説など、今も議論が続いている。短い生涯ではあったが、その影響は計り知れない。アレクサンドロスの征服活動は、東西の文化交流を促進し、ヘレニズム文化の基礎を築いた。彼が建設した多くの都市は、その後何世紀にもわたって繁栄を続けた。特にエジプトのアレクサンドリアは、古代世界最大の図書館を有し、学問の中心地となった。彼の軍事的才能は後世の多くの指揮官に影響を与え、その戦術は現代でも研究されている。また、彼の統治方法も注目に値する。征服した地域の文化や習慣を尊重し、現地の有力者を登用するなど、柔軟な姿勢を示した。しかし、アレクサンドロスの評価は必ずしも肯定的なものばかりではない。
彼の征服活動は多くの犠牲を伴い、時に残虐な行為も行われた。また、彼の死後、帝国は急速に分裂し、長期的な安定をもたらすことはできなかった。それでも、アレクサンドロス大王の名は、2000年以上経った今も世界中で知られている。彼の生涯は、人間の持つ可能性の大きさと、同時にその限界を示している。若くして世界の大半を征服した彼の物語は、今も多くの人々を魅了し続けているのだ。企業秘密ファラオの魅力に酔いしれてオベリスクの陰でダンス運命も歴史も書き換えて私が世界を動かすのよピラミッドよりそびえ立つこのカリスマに逆らうなこれらもひざまずくほどにゴージャスな人生よ紀元前13世紀、トロイ戦争の総大将として知られるアガメムノンは、ギリシャ神話の中でも悲劇的な運命をたどった英雄だ。未経内の王として絶大な権力を持っていたものの、彼の人生は家族の呪いに翻弄され続けることになった。戦争に出航するため、アガメムノンは自分の娘イーキゲネやオメガミアルテミスへの生贄として捧げることを強いられる。この行為は、彼の妻クルタイムネーストラの深い憎しみを生むこととなった。10年に及ぶトロイ戦争を勝利に導き、誇らしげに帰還したアガメムノンを待っていたのは、妻による冷酷な復讐だった。クルタイムネーストラは愛人アイギストスと共謀し、入浴中のアガメムノンを襲撃。網をかけて身動きを取れなくした後、斧で惨殺したのである。この殺人は、さらなる復讐の連鎖を生むことになる。アガメムノンの息子オレステスは、父の仇を討つため母親を殺害。この親殺しという重罪によって、オレステスは復讐の女神たちに追い詰められていく。アガメムノンの最後は、権力者であっても逃れられない運命の残酷さを象徴する物語として、古代から語り継がれているのだ。アキレウスは古代ギリシャ神話に登場する最も有名な英雄の一人です。彼はホメロスの女子誌、ギーリアスの主人公として知られています。アキレウスは海の女神テテイスと凡人のペーレウスの間に生まれた半信半人でした。母テテイスは息子を不死身にしようと、赤ん坊のアキレウスを冥界の川スティクスに浸しました。しかし、かかとを持って浸したため、そこだけが弱点として残ってしまいます。
アキレウスは若くして戦いの才能を発揮し、トロヤ戦争が始まると、ギリシャ軍の中で最も恐れられる戦士となりました。彼の武勇伝は数多く、トロヤの英雄ヘクトルとの一騎打ちは特に有名です。アキレウスは怒りっぽい性格で知られ、アガメムノンに愛人を奪われた際には戦線を離脱するという事件も起こしています。トロヤ戦争は10年に及ぶ長期戦となりましたが、アキレウスの活躍がギリシャ軍勝利の鍵となりました。しかし、彼の運命は悲劇的なものでした。トロヤの王子パリスがアキレウスの弱点であるかかとを狙い、神アポロンの助けを借りて矢を放ちます。この一死がアキレウスの命を奪うことになるのです。アキレウスの死後、彼の武具をめぐってギリシャ軍内で争いが起こります。最終的には英雄オデュッセウスがその武具を手に入れることになります。アキレウスの遺骨は、親友パトロクロスの遺骨と共に黄金の壺に収められ、トロヤの海岸に埋葬されたと言われています。アキレウスの物語は、勇気と名誉、そして運命の皮肉を象徴するものとして、また、アキレスのかかとという表現は、致命的な弱点を意味する慣用句として今でも使われています。古代から現代に至るまで多くの芸術作品に影響を与え続けています。彼の名は、アキレス腱という言葉にも残っており、医学の分野でも使われています。アキレウスの物語には、様々な解釈があります。彼の短くも輝かしい人生は、名声を求めてはかくして死ぬことを選んだ英雄の象徴とされています。一方で、彼の怒りや傲慢さは人間の欠点を表すものとして捉えられることもあります。ギリシャ神話では、アキレウスは死後、英雄たちが住むとされる楽園、エルシオンに赴いたとされています。そこで彼は、トロヤ戦争で戦った他の英雄たちと共に永遠の安らぎを得たと伝えられています。このような死後の世界の描写は、古代ギリシャ人の死生観を反映しているとも言えるでしょう。アキレウスの物語は、後世の文学や芸術に大きな影響を与えました。シェイクスピアは、トロイラスとクレシダでアキレウスを登場させています。また、近代では、アイルランドの詩人 W.B. イエーツが、ビザンティウムの穂という詩の中でアキレウスに言及しています。現代でも、アキレウスの物語は様々な形で再解釈されています。マデリーン・ミラーの小説、アキレウスの歌は、アキレウスとパトロクロスの関係に焦点を当てた作品として注目を集めました。また、映画、トロイでは、ブラッド・ピットがアキレウス役を演じ、古代の英雄を現代の観客に印象深く伝えました。このように、アキレウスの物語は時代を超えて人々の想像力を刺激し続けています。彼の勇気、怒り、そして最後の運命は、人間の本質的な姿を映し出す鏡のような役割を果たしているのです。古代ギリシャの英雄でありながら、現代にも通じる普遍的な魅力を持つアキレウス。彼の物語は、これからも多くの人々の心を捉え続けることでしょう。古代ギリシャを代表する英雄オデュッセウスの旅がヤバすぎた。そもそもトロヤ戦争でトロイの木馬作戦を提案したのは、このオデュッセウス。トロイを陥落させたのはいいものの、その後の帰還の旅では神々の怒りを買い大変なことになってしまう。人食い巨人の島に漂着して仲間が食われたり、美しい魔女キルケイに豚に変えられたりと次々とトラブルに見舞われた。船で通り過ぎなければならないセイレーンの島では、全員の耳をローで塞ぎ、自分だけは船のマストに縛り付けられて誘惑の歌声を聞いたという。さらには大渦に飲み込まれそうになったり、太陽神の牛を仲間が勝手に食べてしまい天罰を受けたりと、散々な目に遭わされる。最後には女神カリウプソーの島で7年も足止めを食らい、やっと故郷に戻れたと思ったら、自分の妻ペネロペを狙う求婚者たちが城に居座っていた。しかし持ち前の知略で求婚者たちを一網打尽にし、20年ぶりに愛する妻との再会を果たすのだった。オデュッセウスの10年に及ぶ波乱万丈の後悔は、今も人々の心を魅了し続けている。私たちが受け継いでいるヘラクレスの伝説には、実はとんでもない闇が隠されているんだ。神々の王であるゼウスは、人間の女性アルクメネに一目惚れして子供を作った。そこで生まれたのがヘラクレスだけど、これがゼウスの妻エラの怒りを買うことになる。ヘラは赤ちゃんのヘラクレスを殺そうと毒蛇を送り込んだが、驚くべき怪力で蛇を絞め殺してしまった。成長したヘラクレスは妻子を持つが、ヘラの呪いで一時的に狂気に陥り、自分の手で家族を殺してしまう。その贖罪として課された12の難病は、実質的には死刑宣告だった。しかしヘラクレスは驚異的な身体能力と知恵で、不可能と思われた課題を次々とクリアしていく。9つ頭のヒドラを倒し、不死身のライオンを退治し、さらには冥界から番犬ケルベロスを連れ戻すことにも成功した。最後には神々の仲間入りを果たし、不死の体を得たヘラクレスは、今でも英雄の象徴として語り継がれているんだ。テセウスは古代ギリシャ神話に登場する英雄で、アテナイの王として名高い。
彼の出生には謎が多く、母親アイトラがアイゲウス王とポセイドン神の両方と関係を持ったとされている。この二重の血筋が、テセウスの英雄としての資質を裏付けていると考えられている。テセウスの生涯は冒険と試練に満ちていた。若くしてアテナイへ向かう途中、多くの危険な敵を倒している。特に有名なのは、巨大な棍棒を持つペリペテスとの戦いだ。テセウスはペリペテスを倒し、その棍棒を自らの武器として使うようになった。アテナイに到着したテセウスは、父アイゲウス王と再会する。しかし、王姫デイヤはテセウスを脅威と感じ、毒殺を企てる。アイゲウス王は間一髪でテセウスを救い、メデイヤを追放した。この出来事は、テセウスの正当な後継者としての地位を確立することとなった。テセウスの最も有名な冒険は、クレタ島のミノタウロス退治だ。アテナイは毎年、7人の若者と7人の乙女をクレタ島に貢ぎ物として送っていた。彼らは迷宮に閉じ込められ、人食い怪物ミノタウロスの餌食となっていたのだ。テセウスは自ら志願してクレタ島へ向かう。クレタ島では、ミノス王の娘アリアドネの助けを借りてミノタウロスを倒す。アリアドネは糸玉をテセウスに渡し、迷宮から脱出する手がかりとした。この、アリアドネの糸は今日でも、複雑な問題を解決する手段を指す比喩として使われている。テセウスはミノタウロスを倒した後、アリアドネと共にアテナイへ帰還する途中、ナクソス島に立ち寄る。しかし、ここでテセウスはアリアドネを置き去りにしてしまう。この行為の理由については諸説あり、神々の介入や政治的な判断など、様々な解釈がなされている。アテナイへの帰還の際、テセウスは父との約束を忘れ、黒い宝白に変えなかった。これを見たアイゲウス王は、テセウスが死んだと誤解し、海に身を投げて自殺してしまう。この悲劇により、テセウスは新しいアテナイの王となった。テセウスの知性は、アテナイの発展に大きく貢献した。彼は周辺の小さな共同体を統合し、アテナイをより強力な都市国家へと変貌させた。また、民主制の基礎を築いたとも言われている。これらの功績により、テセウスはアテナイの建国の英雄として崇められるようになった。テセウスの晩年は波乱に満ちていた。彼はアマゾネスの女王と結婚するが、この結婚は新たな戦争を引き起こす。また、親友ペイリトースと共に冥界へ下り、ペルセポネを略奪しようとするが、失敗して冥界に囚われてしまう。後にヘラクレスによって救出されるが、この間にアテナイでは政変が起こっていた。テセウスの最後については諸説ある。スキロス島で暗殺されたという説や、崖から落とされたという説など、様々な伝承が残されている。死後、テセウスはアテナイの守護神として崇められ、その遺骨は神聖な遺物として大切に保管された。テセウスの物語は、古代ギリシャ文学や芸術に大きな影響を与えた。特に、アリアドネとの恋や迷宮でのミノタウロス退治は、多くの作品の題材となっている。また、テセウスの生涯は、英雄の典型的な物語構造を示すものとして、後世の文学や神話学研究にも大きな影響を与えている。現代においても、テセウスの物語は様々な形で語り継がれている。映画やテレビドラマ、小説など、多くのメディアでテセウスの冒険が描かれている。また、テセウスの船という思考実験は、アイデンティティの本質について考える哲学的な問いとして知られている。テセウスの伝説は、勇気と知恵、そして人間の複雑さを象徴している。彼の物語は、英雄の栄光と同時に、人間的な弱さや過ちも描いており、それゆえに今日まで人々の心に深く刻まれ続けているのだ。古代ギリシャの伝説的な詩人ホメロスは、実在したかどうかすら謎に包まれている。紀元前8世紀頃に活躍したとされるホメロスは、叙事詩、イリアスと、オデュッセイアの作者として知られているんだ。神様と人間の壮大な物語は、西洋文学の源流として今でも世界中で読み継がれている。有名なトロイ戦争を描いた、イリアスは、アキレスやヘクトルといった英雄たちの激しい戦いと人間ドラマを鮮やかに描き出した。一方、オデュッセイアは、トロイ戦争から故郷へ帰還する英雄オデュッセウスの10年に及ぶ壮大な冒険談だ。面白いことに、ホメロスは盲目だったという伝説が残されていて、記憶と交渉で物語を伝えていたとされている。彼の作品は当時、吟遊詩人たちによって各地で語り継がれ、やがて文字として記録されることになった。この二大叙事詩は、その後のギリシャ悲劇や喜劇、さらには現代の映画やドラマにまで大きな影響を与え続けているんだよ。実はホメロスの名前には、人質や付き添い人という意味があり、これも彼の正体に関する謎の一つとなっている。古代ギリシャの詩人ヘシオドスは、文学とは思えない奇妙な作品を残している。皆が生活の知恵を教え合っていた時代、彼は農民の生活と経営方法を作品、仕事と日に詳しく書き残したのだ。耕作の時期や種まき、収穫などの時期を、神々との関係性から丁寧に解説している。
その中には実践的な生活の知恵も含まれていて、例えば、冬の間は北風が強いから、家の北側に壁を厚くしろといった具体的なアドバイスまである。さらに興味深いのは、ヘシオドスが当時の迷信や占いまでも詳しく記録していることだ。13日は種まきに最適だが、女の子を育てるには向いていないといった不思議な言い伝えまでもが書かれている。貴族の館で演奏される女子詩とは違い、農民の実用書として書かれた彼の作品は、当時としては珍しい存在だった。現代でも農業に関する最古の実用書として、その価値は失われていない。そして彼の作品には、古代ギリシャの庶民の暮らしぶりが生々しく残されているのだ。オリンポスの丘でパーティーナイト、ゼウスまたまた浮気中、ヘラのイカズチ大爆発、ハデスは墓穴を掘ってる、アルテミスの矢が宙を切り、アポロンはギターを奏で出す、お前の未来占ってろうか、いやそれヘルメスの仕事だろう。Oh my God、 カオスすぎる神話の世界、じっとこっちを見つめてる。アキレウスのかかと狙う矢がピタゴラスイッチみたいに飛ぶ、メドゥーサが石化の視線でセルフィー撮ったら全滅だ、ミノタウロスの迷宮ツアー、ガイドは誰だろセイロボット、確率 0.001%、もう無理なんだけど。 Oh my God、 カオスすぎる神話の世界、予言も呪いもデフォルトです、ギリシャは虚無もエンタメだ。 Oh my God、 パンドラの箱を開けたらさ、希望だけが最後に残った、それ救いになるのか。試練を与えよう、いやもう十分受けましたけど、ペガサス君を乗せて天へ飛ぶよ、いやこれ落ちるフラグではOh my God、 カオスすぎる神話の世界、オリンポスも冥界もツッコミ追いつかない。 Oh my God、 パルテノンの陰でつぶやいた、来世では普通に暮らしたい。古代ギリシャの数学者ピタゴラスは多くの人にとって三平方の定理で知られる人物だ。しかし彼の業績と影響は数学の枠を大きく超えている。紀元前6世紀頃に生まれたピタゴラスは、サモス島出身の哲学者であり神秘主義者でもあった。若い頃、エジプトやバビロニアを訪れ、そこで数学や宗教の知識を深めたと言われている。帰国後、ピタゴラスは南イタリアのクロトンに移り住み、そこで独自の哲学学派を設立した。この学派は、ピタゴラス学派として知られ、数学、哲学、音楽、天文学などを研究した。彼らは、万物は数であるという信念を持ち、宇宙の秩序は数学的な関係性で説明できると考えた。この考え方は後の科学の発展に大きな影響を与えることになる。ピタゴラス学派の最も有名な発見の一つが、直角三角形の辺の長さの関係を示す定理だ。これは現在、ピタゴラスの定理として知られている。この定理は、直角三角形の直角を挟む2辺の長さの2乗の和が、斜辺の長さの2乗に等しいというものだ。この定理は、建築や測量など、様々な分野で応用されている。しかし、ピタゴラスの貢献は数学だけにとどまらない。彼は音楽理論にも大きな影響を与えた。弦の長さと音の高さの関係を発見し、オーンの理論的基礎を築いたとされる。例えば、弦の長さを2分の1にすると1オクターブ上の音が出ることを発見した。これは現代の音楽理論の基礎となっている。
ピタゴラス学派は、また、宇宙論にも独自の見解を持っていた。彼らは地球が球体であると主張し、さらに地球が宇宙の中心ではなく、中心の火を周回していると考えた。これは当時としては革新的な考えで、後のコペルニクスの地動説につながる重要な一歩だった。興味深いことに、ピタゴラス学派は数学や科学だけでなく、独特の生活様式も持っていた。彼らは菜食主義を実践し、魂の輪廻転生を信じていた。また、沈黙と内省を重視し、新しい会員は長期間の沈黙を強いられたという。この神秘主義的な側面は、後の哲学や宗教思想にも影響を与えることになる。ピタゴラスの教えは、彼の死後も長く影響力を持ち続けた。プラトンやアリストテレスなど、後の哲学者たちにも大きな影響を与えた。特に、数学的な考え方を自然現象の説明に応用するという発想は、現代科学の基礎となっている。しかし、ピタゴラスの生涯や業績については、多くの謎が残されている。彼自身は著作を残さず、弟子たちの記録や後世の伝承によってその教えが伝えられたため、事実と伝説の区別が難しい。例えば、彼が実際に三平方の定理を発見したかどうかについては、学者の間で議論が続いている。ピタゴラス学派の数学的発見の中で特筆すべきものの一つに、無理数の発見がある。彼らは、正方形の対角線の長さが、一辺の長さに対して無理数の関係にあることを発見した。これは、すべての数が有理数で表せるという彼らの信念を揺るがす衝撃的な発見だった。伝説によれば、この発見を外部に漏らした者は処刑されたとさえ言われている。ピタゴラスの影響は、数学や科学の奥を超えて、芸術や建築にも及んでいる。黄金比として知られる特別な比率は、ピタゴラス学派の研究に基づいているとされ、古代ギリシャの建築や彫刻に多く用いられた。この比率は、後にルネサンス期の芸術家たちにも重要され、現代でも美の基準の一つとして認識されている。ピタゴラスの教えは、時代を超えて現代にも影響を与え続けている。数学教育において、ピタゴラスの定理は今でも重要な位置を占めている。また、彼の数学的な世界観は、現代の理論物理学にも通じるところがある。例えば、素粒子物理学では、自然界の基本法則を数学的な対称性で説明しようとする試みがなされている。ピタゴラスの生涯と業績は、科学と神秘主義、理性と直感の融合を象徴している。彼の思想は、論理的思考と精神的探求の両立を示す模範として、今日でも多くの人々に影響を与え続けている。彼の遺産は、単なる数学の定理を超えて、私たちの世界観や思考方法に深く根付いているのだ。古代ギリシャに民主制を広めたクレイステネスの功績を見てみましょう。紀元前6世紀末のアテナイで、それまでの血縁による身分社会を大きく変えたのがクレイステネスだ。彼の改革で、人々は住んでいる地域によって10の部族に再編成された。これにより貴族と平民の区別がなくなり、同じ地域に住む者同士の連帯感が生まれたんです。新しい部族制度では、各部族から50人ずつ評議会員を選び、合計500人の評議会が作られた。この評議会では市民による討論が活発に行われ、それがアテナイ民主制の基礎となっていく。クレイステネスはさらに、等変追放制という制度も導入しました。これは独裁者の出現を防ぐため、危険な人物を追放できる画期的な仕組みでした。この他にも様々な改革を行い、クレイステネスは世界で最初の民主政治の基礎を築いたんです。人気の出そうな政治家を市民の投票で追放できる数変追放制は、まさに民主政治の象徴的な制度でした。クレイステネスの改革によって、アテナイでは一般市民が政治に参加する道が大きく開かれたのです。紀元前480年、200万人のペルシャ軍がギリシャへ攻め入ってきた時、たった300人のスパルタ兵でそれを食い止めようとした男がいた。スパルタ王レオニダス一世である。スパルタの男たちは7歳から兵士として厳しい訓練を受け、その中でも最強の戦士たちがレオニダスのもとに集められた。テルモピュライの狭い峠で待ち構えた彼らは、ペルシャ軍の進軍を3日間も足止めすることに成功する。戦いの最中、スパルタ兵たちは、今日は冥界で食事を取ろうと冗談を言い合いながら、死を恐れることなく戦い続けた。裏切り者の情報によってペルシャ軍に包囲されても、レオニダスは最後まで戦場を離れることはなかった。伝説によれば、ペルシャ王クセルクセスが武器を手と要求すると、レオニダスは来て取れと答えたという。全員が戦死する結果となったが、この戦いは後のギリシャ軍の勝利につながる重要な時間稼ぎとなった。この英雄的な最後は、古代から現代まで勇気と忠誠の象徴として語り継がれている。古代ギリシャの歴史家で歴史学の父と呼ばれる男がいた。そう、紀元前5世紀に来たヘロドトスである。若くして広大な世界を旅して回り、エジプトからペルシャまで様々な土地の文化や歴史を記録していった。彼が残した歴史と呼ばれる作品は単なる年代記ではなく、驚くべき物語の宝庫だった。
各地の不思議な習慣や奇妙な生き物たち、そして時には信じがたい噂話まで好奇心いっぱいに書き記している。例えば砂漠を這う巨大なアリや羽の生えた蛇の群れなど、想像をかきたてる生物の描写が並ぶ。ペルシャ戦争の記録では歴史上の重要な出来事を生き生きと描写しながら、時にはゴシップのような面白話も織り交ぜていく。時には事実と伝説の境界が曖昧になることもあったが、それこそがヘロドトスの魅力だった。彼の著作は2500年以上経った今でも歴史を学ぶ者たちを魅了し続けている。世界最古の旅行記とも評される彼の作品は、古代世界の貴重な証言として現代でも研究者たちの探求対象となっているのだ。まずお盆日で踊れ、いきなり現れたギリシャの王者。お前の人生目的あるのか。いきなり哲学っすか。4元素ミックス、それが世界のレシピ。関水地風ほら飲み干せ。いやそれ普通に無理っす。ソクラテスがクラブで踊る。 DJ プラトンタク回す。エウドクソスがグラス掲げ幸福とは。Hey yo ここは UK on 論理とロゴスのビッグバン。遠いを問うほど迷宮入り、でもそれが人生じゃん。 Shake it shake it shake your mind アリストテレス in the house。 刑事上学なこのグローベで踊れ哲学 boys and girls。お前のエトスどこにある。いきなり迫るスクショ深いの問い。いや俺普通のサラリーマンです。それじゃダメだ。快楽だけじゃダメ、美徳を磨け。でも焼肉は正義、それは認める。急に共感してくるのなんなの。デカルト参戦、我思うゆえに関東が叫ぶ。考えるんじゃない感じろ。ニーチェがバカウンターで超人になれ。無茶言うな。ここは UK on 宇宙の法則ブレイクダウン。何もかも問いに変わるけど楽しいなら OK じゃん。 Shake it shake it shake your mind アリストテレス in the house。 悩むことこそロックンロール。今日も哲学ダンシング Yeah。 人生って何、幸福って何。答えはお前の中にあるって言われてもわからん。 Hey yo ここは UK on 今日も哲学ビッグバン。意味を探して旅に出よう。終電は逃すなよ。 Shake it shake it shake your mind アリストテレス in the house。 刑事上学なこのグルーヴで踊れ哲学 boys and girls。古代エジプト最後の王朝プトレマイオス朝の始祖についてお話ししましょう。アレクサンドロス大王の親友で将軍として活躍した人物ですよね。そうです。紀元前367年頃に生まれ、マケドニアの貴族の家系の出身でした。大王の死後エジプトを統治することになり、紀元前305年に王位につきましたね。学問を重視してアレクサンドリア図書館と無声音を建設したことでも知られています。数学者ユークリッドを支援するなど学術の発展にも貢献しましたよね。エジプトとギリシャの文化を融合させ、新しい文明の基礎を築いたのも大きな功績です。紀元前283年に亡くなるまでエジプトの繁栄と安定した統治を実現したんですよ。メタン、この前話題になってたキキオンのゼノンって何なのだ。あ、それね、古代ギリシャの哲学者ゼノンが考えた動きは存在しないって主張する有名なパラドックスだよ。動きが存在しないって僕今動いてるのに変だと思うのだ。例えばね、アキレスが亀を追いかけるとき、まずアキレスは亀のいた地点まで行かないといけないでしょ。そうなのだ。でもアキレスは速いからすぐに追いつけるのだ。でもその間に亀も進んでるから、またその地点まで行かないといけない。これが永遠に続くから理論上は追いつけないってわけ。なるほど。でも現実では追い越せちゃうから不思議なのだ。
そうそう、この矛盾が面白いからこそ数学や哲学の発展にも影響を与えた有名なパラドックスなんだよ。メタン、アルキメデスって知ってるのだ。お風呂でエウレカって叫んだ人なのだ。そうそう、古代ギリシャの数学者で物理学者だよ。王冠の純度を調べるために浮力の原理を発見したんだ。王冠の純度を調べるってどういうことなのだ。王様が持ってた金の王冠が本当に純金かどうか確かめる必要があったの。それで水に入れて調べる方法を思いついたってわけ。なるほど。水に入れると同じ重さでも純金と偽物では体積が違うから溢れる水の量でわかるのだ。その通り、これが有名なアルキメデスの原理の始まり。物体が流体から受ける浮力はその物体が押しのける流体の重さに等しいんだ。それを発見して嬉しくて裸で街を走り回ったって本当なのだ。まあ伝説の部分もあるけどね。でも彼の発見は今でも物理学の基礎として使われてるんだよ。